シティーズスカイライン2。がっつり区画割りしてスタートしたことで一気に引っ越し渋滞でカオスとなった我らがマシマシ。電力不足に凶悪犯罪者と問題も山積み、なんとか問題を解決してもっと街を大きくすっとおう。現在の高速との合流地点はご覧の通りマリサカラーの暴走族に占拠されております。さも私の手下みたいに言ってるけど、これタクシーで住民が引っ越してきてるだけだからな。渋滞するから徒歩で引っ越せ。無茶言うなよ。バスや電車があればタクシー使わないだろうけど開発資金もないしどうしたもんやら。一応黒字になってきたが大規模インフラ整備できるだけの資金ではないぜ。早朝なんとかしなさいよ。早朝言うな。しかしこのタクシーどもほんとマナー悪い。お客さん、いい近道知ってるんすよ。こら貴様は変なところで U ターン待ちするな。後ろが詰まるでしょ。このイキリタクシーね霊夢は車にイキリタクシーと名前を刻んだ。この十字を背負って今後は生きていくのだ。ここは U ターン禁止です。レーンコネクタツールを使えばこの手の問題も楽々解決できるかと思いきや左折した先の道路で U ターンを始めるタクシーたち。お客さん、いい近道知ってるんすよ。この自称やり手のタクシードライバームーブしたいだけのダメ運転手め。たまにいるよな、やたら仕事できるアピールするドライバーさん。てかなぜ右折からのショートカット左折使ってくれないの？謎の U ターンブーム。さらに U ターンを禁止して問題を観察してたら交通事故。あ、また電力不足になってる。石炭2基でも足りなくなったか。もはや石炭発電で動力は補えぬ、ガス発電所を建てるぞー。建設費用が足りなかったのでお金貸してください。ガス発電所の建設費用は65万、70万ほど借りて建設費用を捻出した。では石炭発電所を撤去して跡地にガス発電を。土地が狭くて置けない。ぐだぐだ。てなわけでゴミ置き場の裏の適当な土地に建設。ガス発電は大気汚染中、住宅街から離れたこの場所くらいしか置ける場所がねえぜ。住民も増えてきたので、ここらでカットして大量等の予算を元に戻してあげましょ。病院や警察も1件ずつしかない。予算戻しても多分サービス足りないくらいだ。ガス発電の隣町への売電もうまくいってるのか、資金も一応黒字な模様。お、ガス発電所、アップグレードで燃料減らせるみたいだぜ。でもアップグレードすると維持費はその分増えるねあ、この追加タービンなら発電量増えるっぽい。これなら売電で維持費より稼げるかな？じゃ26万とお高いけど導入しましょ。こうしてアップグレードで追加のタービンが増えた。見た目の変化しょぼい。でもこのしょぼいアップグレードのおかげもあって電気の輸出は333メガワット。太い送電線のマックスが確か400メガワットだから、かなりいい感じに電気の売却ができてそうだぜ。でも資金繰りは借金の利子で赤字転落だよ。人口増加で税収も増えてもその分インフラ増強で金がかかって自転車操業状態。また医療や教育の予算減らさないと厳しいかな？っておい水道偉いことになってんぞ。はわわわわ。てなわけでサクッと用水場増しまーし。下水も増し増し。住民増し増しでてんやわんやだ。ねえ、マリサの眷属どうにかして消しされない？タクシーのこと言ってんのか？色が被ってるからって私が制御できるわけじゃねえよ。タクシー多すぎで引っ越しが進まん。引っ越しラッシュが収まるまでこの渋滞地獄が続きそうだ。公共交通機関を設けたいけど資金難、仕方なく一方通行にする小細工で対応。リアル住宅街でも一方通行って多いし、それなりに効果があるといいな。こら高速の降り口を徒歩で渡るな交通渋滞の原因の一つ。マナーのなってない市民はお尻ペインペインだよ。こうして対策の甲斐もなくマシマシは渋滞で滅んだ。いやそこまで重大な問題じゃねえよ。滅びはしないけどこれはいただけない。低予算でもう少しテこ入れすっと。この部分にジャンクションがあってここまで地上に高速が伸びてる。これをうまく繋いで高速のインターを作るぞー。既存の高速の有料、これなら資金も少なくていけるぜ。しかし新たにタイルを購入しないといけない。これタイルの月額維持費かかるからまた予算が。この選択が京都出るか吉と出るか。では高速道路をアンロックと。資金がなくて開放しても使えないが、いつの間にか開発ポイントも余ってきてるぜ。ではこの高速道路が地下に入る手前にジャンクションを作るぞ。おお。地下になってる高速の上部分には既存の線路が通ってるのでこの上は高架にして建設。うちのレイムさんは変なところで細かいので、法で定められる傾斜 12% をなるべく守ろうとしています。坂がない方が車のスピードも落ちない、気がする。気がするだけかよ。こんな感じになりそうろー。高速から上下繋いだだけの簡単な作り。
比較的空いてるゴミ置き場の前に繋がってるからこれなら混まずに使えるかな？タイル購入費入れて予算3万、これで少しは渋滞緩和されるはず。まあ渋滞に効くかは動かしてみてのお楽しみだな。さあ高速道路アンロックしたし、ここの接続も高速で作り直すぞー。最初期に作った街の入り口、やっと作り直す気になったか。メインの道路も4車線から非対称5車線にパワーアップ。こういうタイミングじゃないと接続部分の工事って面倒だから一緒にやっちまった方がいいぜ。今回も右レーンから左折するショートカットを採用。また住民が無理な横断しそうだ。やったら逮捕だ。おい。横断歩道も消し去って変な U ターンももちろん禁止。レーンコネクタツールで細かく設定、歩道橋もつけたしこれでダメならお手上げだぜ。そして完成した結果こうなりました。市長の突如行った道路工事により、一部車両が道路にめり込む大惨事に。シティーズあるあるだから大丈夫。で渋滞が緩和されたかどうか確認するため、観察を始めたら速攻で交通事故。これじゃ事故渋滞か普通の渋滞か判断できねえ。タイミング悪？とりあえず無理な横断する輩がまだいたので歩道橋追加。こら自分の町の住民を輩呼ばわりすな。てへ。住宅街から徒歩移動する住民がほんと多いので、少しでも近道できるようにと歩道を敷設中。なるべく徒歩で移動して車を使うなという主張の心の表れ。そんな私の心遣いを踏みにじり、相変わらず高速出入り口を無理やり横断する住民。一部は歩道橋を使ってくれてるぜ。ご協力ありがとうございます。皆様のご協力のおかげで、ご覧のありさまでございます。車線が増えた分前より渋滞してんじゃねえか。ダメだこりゃ。次行ってみよう。そしてここで前回建てたドイツ風の学校が、小学校ではなく高校だった件を思い出しました。この町では小学校未卒業で学歴詐称で高校に通うのが一般人。待機児童を出してはならぬ、収容人数の多い中国風小学校を隣に建設だ。さすが中華大満島、安価で大容量で安い。ここに800人ねじ込めるよ。で住宅街から出る車も混雑してたので、その周辺をチェックしてると、マイルストーンをアンロック、賑やかな街。特殊施設ゲート。なお進捗パネルはうっかりで飛ばした。言わなきゃバレないよ。おい。この交差点も歩道橋使わないで歩行者が無理やり渡ってる。ほんとお前に似てマナーの悪い住民だな。私はお上品だからそんなことしないよ。歩道橋を微調整して様子見るか。金がないから小細工で頑張れ。そして頑張った結果。結局車道歩いてんじゃねえか。5車線道路だぞ。さすがに自重しなさい。タクシー減ってきたけど相変わらずインター前で渋滞してるぞ。だーもう、渋滞問題が解決できーん。いちいち叫ぶなみやわかる。こうなったらこの既存の線路に駅を建てるぞ。正しいどもを駆逐してやる。一匹残らず。マリサの眷属をぶちのめすのだ。いや眷属ちゃうし好きにしろ。てなわけで早速線路のあるタイルを購入。続いて鉄道もアンローク。お、路面電車なんてのもあるぜ。これも面白そう。で駅を作ろうとしたらロックされてて建てれない件。電車を格納する車両基地を先に建設しないと建てれません。でこの車両基地でっか、タイルの半分くらい土地が必要じゃん。置き場に困る系施設だ。駅前は開発したい、仕方がないので隣のタイルも購入しましょ。どんどん資金が減っていく、ただでさえ銀行から融資を受けてる状態なのに。高速の周りはあまり開発しないかなってことで、適当に車両基地の場所を決定。で半分線路繋がってなくてこれでいいかわからないけど、とりあえず複々線で繋ぎました。動くかどうかは後のお楽しみ。なんでだ、車両基地があるのに駅が建てられんぞ。お金が足りないだけです。そんなお金貸してくだちー。霊夢は銀行で土下座し、華麗に70万の追加融資を受けた。さあ借りたお金で駅を建てた、ロータリーのある立派な駅開発をするぞー。と思ったけど歩道橋が効率良さそうな場所に作れぬ、納得いかん、設計をやり直すぞー。この世界の歩行者はマナー知らず、強制的に守らせる仕組みが大事。そんなわけで見た目を気にせず車両の邪魔をさせないような設計を採用。車の邪魔をさせないよう、住民は超迂回して歩道を歩くこととなった。こんな感じになりそうろー。脱線駅が完成。早速外部都市との接続路線を設定。アムプシル線が開通。こちらもホイホイ。ヘディンガム線も開通。これで外部からの住民は電車で引っ越ししてくれるはず。あとは車の数が減ってくれることを祈るばかり。それでは出発進行。車両基地は一部繋がってないけど動くかな？不思議な力で隣のレーンに運ばれてる。
担いで運んでるのかな？まさかの人力？そして最初のお客様はヘビンガムからの16名。少な。知名度が上がればきっと増えるよ、多分。こりゃ当分は赤字路線だ。そして降り立った移民者たちは急坂の歩道橋を渡り遠くに見えるマンションへと向かった。徒歩で、長距離徒歩移動がこの町に住まう者の先例となった。電車導入による結果を待ってる間に、道路が傷んでることに気づき道路整備車庫を建設。補修車自体が遅いのでこれも渋滞になりがちの問題児。泣く泣くクルドサックを一つ壊し、住宅街から工場区へ行くためのバイパスを敷設。地味な工事で渋滞緩和だ。融資の返済もあるのに財政赤字のピンチ、新たな産業が必要だ。ここで畜産をやるぞわざわざ空気の悪そうな工業区で畜産すな。食品の加工会社なんかが近くにできるだろうから、畜産は工場に近い方がいいよ、多分。牛のところに羊も混じってるし、ほんとお前適当だな。徒歩で街に向かいふくらはぎパンパンになる住民を眺めニヤニヤする日々。悪趣味だな。冗談はさておきそろそろ街までの公共交通機関を準備しましょ。計画としてはこの太い道路に路面電車を導入して、鉄道駅から乗り換えできる仕組みにする予定。で路面電車も別途車両保管する車庫いるんかい。こりゃまたでけー。それでは路面電車が双方向で走れる20併用軌道で、ここの道路をアップグレード。これでふくらはぎパンパンで悲しむ生活ともおさらばだ。路面電車の行き止まりで U ターンさせる方法がわからず、適当にやっつけ仕事でまるで不設。しっかり調べずそのまま勢いでやっちまう。これがうちのレイムさんだ。鉄道駅側も同じく丸を導入。もうこれ普通にロータリーにした方がいいと思う。停留所を適当に置いてぐるっと回るようにルートを設定。住宅街からは鉄道駅に向かい駅からは住宅街への客が乗る。それでは路面電車、出発進行。徒歩移動で苦しむ住民の救世主となるのだ。あ、駅の知名度が上がったのか街から徒歩で住民がいっぱい来てる。鉄道これから繁盛しそうで一安心。路面電車もまだ数十人レベルだけどお客さん乗ってるね。数十台街から車が消えたと考えればこれは上出来かな？これでマシマシの繁栄は約束されたぞ。まあ銀行から金借りまくりで借金地獄だけどな。そうだった。そして問題の渋滞はなんとご覧の通り無事解消、駆逐したぞ、黄色い悪魔を。完全に消滅はしてないが渋滞が消えてすっきりしたぜ。では渋滞は解決したが財政に問題を抱えた状態で、区画がほぼ埋まった住宅街を眺めつつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。更新が若干早くなります。なんとか引っ越し渋滞を解決することに成功したレイム。しかし今度は財政難。果たしてこのマシマシは破綻するのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。